ポポズガーデンへようこそ。見ているだけで気持ちが明るくなる。一輪でもちゃんと存在感がある。そんなお花のような魅力があなたの中にもあります。今回はあなたの魅力をカードに聞いてみましょう。今日お出迎えした3枚です。あなたに一番響く1枚を選んでみてください。迷った時はこちらのお花からどうぞ。それでは1番さんから始めてみましょう。2番さん、3番さんは概要欄から進めるようにしてあります。気になるカードを選んでみてください。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚はお花のフェアリーからあなたへのメッセージです。これはまだめくらずに最後に一緒に見ていきましょう。それでは1番さん、リーディングを始めます。まず見ていくのはあなただけが持つ魅力。まだ自分では気づいていないあなたの魅力に触れていきましょう。こちらはエイブラハムウェルビーイングカードです。マーガレットのような白いお花がお日様の光をたっぷりと浴び、生き生きとした様子で輝いていますね。下にはこう書かれています。意識を向けたものを私は作り出している。お日様の光を浴びたこのお花はただ照らされているだけではありません。お花の周りの空間には光の粒が浮かんでいます。お花自体が光を放ち、周りの世界を照らしている。このカードが伝えるあなただけが持つ魅力。それは自分が満たされることで自然と周りまで明るくしてしまう力。あなたは好きなことや心地よいと感じる時間の中で無理をして笑うのではなく、自然な笑顔がこぼれる人。カードの裏面には心地よい気持ちを大切にしていると自然と良いものが引き寄せられてくる。そんなメッセージが添えられています。ありのままで心地よくいられる時間こそがあなたというお花が一番美しく咲く瞬間。あなたの周りにはこの絵のような暖かくて明るい空気が広がっています。その明るさが近くにいる人をほっとさせたり、その場所を穏やかで明るい雰囲気に変えたりするのです。では、その魅力は周りにどう映っているのでしょう。家族や友達、職場の人などはあなたを見てどのようなことを感じているのか少し気になりますよね。1枚目で周りが感じているあなたの魅力。2枚目でその魅力が周りにどんな影響を与えているのかを見ていきます。こちらはタロット・オブ・ミスティカル・モーメンツ。1枚目はワンドのキングです。大きな赤いバラのドレスをまとった人が
まっすぐに前を見据えています。その手が持つ杖の先からは、キラキラとした光の粒が溢れ出していますね。ワンドのキングは、情熱や人を引きつける魅力を表すカード。まさにこのカードのように、いつもアイデアやひらめきを持っている人だな、と周りの人は感じているようです。あなたが楽しそうに話している姿には、周りの人の心に火を灯すような明るいパワーがあるんです。偉そうな王様というよりも、自分の好きにまっすぐで、自由でクリエイティブなリーダー。あなたと話していると、なんだかこちらまで前向きな気持ちになる。そんな風に感じている人は少なくないと思います。先ほどの白い花のカードとつながりますね。自分の心地よさが自然と周りにも伝わっていく。その明るさが人の心を動かしている。そんな魅力をこのカードは教えてくれています。はい、続いて2枚目。ダイアルカナ10番。運命の輪。美しいドレスの中にたくさんの小さな歯車が噛み合って並んでいますね。このカードは物事が良い方向へ動き出すことを表しています。よく見ると胸のところにある歯車には小さなハートが描かれているんですよ。あなたが心地よく自分らしく過ごしているとき、あなたのハートの歯車がカチカチと回り始めます。すると、そのエネルギーが連動して、周りの人の止まっていた歯車まで動かしていくんです。物事がうまく進まないなぁと止まっていた人の流れを、あなたの明るさが前へ動かしていく。本人は気づいていないかもしれません。でも、あなたという存在が、周りの人たちにとって、もう一度進んでみよう。そう思えるきっかけになっているようです。実はこの2枚、私と天使の回でも同じ順番で出てきてくれました。あの時は、あなた自身の光がテーマ。今回はその光が周りにどんな影響を与えているのか。同じカードでもまた違った表情を見せてくれていますね。そして次のカード。その魅力をもっと咲かせるためのヒントをソウルコーチングオラクルから受け取ってみましょう。出てきてくれたのはミラクル、奇跡のカードです。まばゆい太陽のような光の中にみずみずしい葉っぱをたくさんつけた木。その枝には小さな卵が3つ入った鳥の巣が描かれています。まさに今、新しい命が芽吹こうとしている。生命力にあふれた絵柄ですね。下にはこう書かれてあります。私の人生は奇跡です。奇跡はあなたの日常の中で毎日起きているんですよ。と、このカードは教えてくれています。あなたが持つ周りの流れを動かすほどの明るさをもっと花咲かせるためのヒント。それは大きな奇跡を無理に起こそうとするのではなく、日常の中にあるひらめきや驚きに
気づいてあげることです。今日食べたご飯美味しかったな。窓を開けた時の風が心地よかったな。そんな些細なことでいいんです。目の前にある小さな幸せを見つけて、嬉しいな、ありがたいな、とあなたの心がポッと温かくなった時、その瞬間、あなたのハートの歯車は回り出し、あなた自身が奇跡を運ぶ光になっていきます。無理に自分を変えようとしたり、周りを引っ張ろうとしなくて大丈夫。日々のささやかな喜びや思いがけない贈り物を大切に受け取ること。それだけであなたというお花はもっとのびのびと咲いていけるはずです。では最後の一枚です。最近あなたの目に留まったお花はありませんでしたか？道端に咲いていたお花、店先に並んでいたお花、そのお花に宿るフェアリーからあなたへメッセージが届きました。一緒に受け取ってみましょう。はい。ツリーウィズダム、木の H。一つ前のカードにも木が書かれていましたね。今日は木が最後まで寄り添ってくれているようです。深い森の中で木の精であるフェアリーがフルートを奏でています。その音色に引き寄せられるように淡い光が優しく漂っています。このカードはこう伝えています。自然の音に耳を傾けてみて、あなたの知りたかった答えやヒントが見つかりますよ。ちょっと疲れたなぁと感じたときは、木々の緑を眺めてみたり、葉っぱを揺らす風の音に耳を澄ませてみてください。今の季節はサルスベリのピンクの花も心を和らげてくれますね。あなたの心がほっと緩んだとき、あなたの中にあるお花のような魅力は自分の力で自然と開花していきます。あなたの日常にはいつだってあなたを助けてくれる優しい風や木漏れ日があります。どうぞその温かさを信頼して、今日もあなたのペースでほがらかに進んでいってくださいね。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚はお花のフェアリーからあなたへのメッセージです。これはまだめくらずに最後に一緒に見ていきましょう。それでは2番さんリーディングを始めます。まず見ていくのはあなただけが持つ魅力。まだ自分では気づいていないあなたの魅力に触れていきましょう。こちらはエイブラハムウェルビーイングカードです。たくさんのひまわりたちが空へ向かって力強く咲いていますね。
下にはこう書かれています。私の人生の目的は喜びです。このひまわりたちを見ていると、とってもパワフルで、のびのびとしたエネルギーが伝わってきますね。誰に遠慮することもなく、太陽の光がある方へ、自分が心地よいと感じる方へ、まっすぐに顔を向けて咲いている。このカードが教えてくれるあなただけが持つ魅力。それは心が喜ぶ方へ、まっすぐに進んでいける純粋さ。あなたは心のアンテナがピピッと反応したとき、その気持ちを素直に行動へ移せる人。自分が笑顔になれる方向をちゃんと知っていて、そこへ手を伸ばせる人です。カードの裏面には、あなたの人生の土台は自由。いつだって楽しい喜びを選んでいい。そんなメッセージが書かれています。そののびのびとした姿や楽しそうな笑顔はまさに大輪のひまわりのよう。それこそがあなたの魅力です。では、その魅力は周りにどう映っているのでしょう。家族や友達、職場の人などはあなたを見てどんなことを感じているのか少し気になりますよね。1枚目で周りが感じているあなたの魅力。2枚目でその魅力が周りにどんな影響を与えているのかを見ていきます。こちらはタロット・オブ・ミスティカル・モーメンツ。1枚目はワンドの3です。高い山のような女性が小さな船を手に遥か遠くの地平線を見つめていますね。このカードは視野を広げること、そして遠い未来を見据える力を表しています。周りの人はあなたを見て目の前だけではなく、その先まで見ながら歩いている人だな。そんな風に感じているようです。女性が手にしている小さな船は、自分の未来を自分の手で育てていく力の象徴。あなたが心のアンテナに従って喜びの方へ進んでいる姿は、この人なら大丈夫。そんな安心感や信頼を周りの人へ届けています。そして2枚目。その魅力が周りに与えている影響。ペンタクルの8です。緑の丘の上に一人の女性が座っています。腕に抱いた大きな蝶の羽に絵筆を使ってピンク色の絵の具を塗っていますね。周りにはカラフルな蝶たちが嬉しそうに舞っています。このカードが意味することは、集中することと育てること。そして目の前の物事を楽しみながら積み重ねること。目指す未来があるからこそ、目の前のことに一つ一つ丁寧に向き合っていく。そんなあなたの姿を見て、周りの人は、この人と一緒にいると焦らなくてもいいんだな。今ある目の前の幸せを私も丁寧に育てていこう。そんな安心感をもらっています。遠い未来をまっすぐに見つめながら、足元の小さな喜びを蝶の羽を彩るように大切にするあなた。あなたが楽しそうに
未来を育てていく姿は、周りの人にも一歩ずつ進む勇気を手渡しているようです。そして次のカード、その魅力をもっと咲かせるためのヒントをソウルコーチングオラクルから受け取ってみましょう。出てきてくれたのはエンブレイシング、抱きしめるのカード。なんとここにもひまわりが現れました。カードを見てみると2本のひまわりが抱きしめ合うようにして1本につながっています。カードの下にはこう書かれているんです。私は人生のすべてを抱きしめ愛します。カードはこんなメッセージを届けてくれています。今のあなたをそのまま抱きしめてあげてね。遠い未来を見つめながら目の前のことを育てていると思うように進まない日もあります。でもね、ひまわりって太陽が沈んだ夜の間も自分の茎をぎゅっと動かして次の朝に備えて向きを整えているそうなんです。夜の間は外に向かって無理に咲こうとしなくて大丈夫。この2本のひまわりがぎゅっと抱きしめ合っているように、思うように進まない自分もよくやってるよ。それも大切な私だよね。と、あなた自身の両手で抱きしめてあげる。そうやって自分を温めてあげる時間こそが大輪の花を咲かせるための大切なエネルギーになっていきます。太陽の時間も夜の時間もあるからこそ、あなたというお花はこんなにも魅力的に育っていくんです。自分のすべてを優しく受け入れたとき、あなたの魅力はまた太陽の光を受けながら、これからの未来をのびのびとあなたらしく彩っていくことができますよ。では、最後の1枚です。最近、あなたの目に留まったお花はありませんでしたか？道端に咲いていたお花、店先に並んでいたお花、そのお花に宿るフェアリーからあなたへメッセージが届きました。一緒に受け取ってみましょう。はい。ムーン、月のエネルギーのカードです。静かな星空の中で虹色の羽を持った美しいフェアリーが月の光を浴びながら両手を広げて立っていますね。このカードはこう伝えています。人生の自然な波に身を委ねてみて、戸惑いや不安を感じていても大丈夫。月は毎日少しずつ形を変えながら満ちたり欠けたりを繰り返しています。あなたの心も同じように波があったり、ゆっくり整っていく時期があったりします。ひまわりが夜の間に次の朝の準備をしているように、あなたにもぐんぐん前へ進む時間もあれば、ゆっくり心を整える時間もあります。ちょっと元気が出ないなという時は、無理に明るく振る舞おうとしなくていいんです。今は心を休めるタイミングなんだな、と夜空に浮かぶ月を眺めてみてください。太陽の花、ひまわり、月のエネルギーを持ったフェアリー、対になる2つが最後に揃って現れました。
前へ進む時間も、心を整える時間も、そのどちらも大切なんだと、このカードたちは伝えてくれたような気がします。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚はお花のフェアリーからあなたへのメッセージです。これはまだめくらずに最後に一緒に見ていきましょう。それでは3番さんリーディングを始めます。まず見ていくのはあなただけが持つ魅力。まだ自分では気づいていないあなたの魅力に触れていきましょう。こちらはエイブラハムウェルビーイングカードです。色鮮やかなピンクの花たちが美しく咲いていますね。下にはこう書かれています。望むものを作り出す秘密はハッピーでいることです。このピンクの花たちを見ているとどこかほっとしますね。寄り添うように咲くその姿は今この瞬間がとても幸せだよ。そう語りかけてくれているようです。このカードが教えてくれるあなただけが持つ魅力。それは何気ない毎日を幸せに変えていける温かさ。あなたは大きな出来事や特別な何かがなくても日々の暮らしの中にある心地よいな、ありがたいなという小さな喜びに気づける人。誰かを羨ましく思ったり、足りないものを探すのではなく、今ここにある幸せを大切に味わう優しさを持っています。カードの裏面には、幸せな気持ちでいるとき、あなたはすべての望むものとつながれる。そんな意味の言葉が書かれています。あなたが目の前にある愛おしいものに目を向けて、ほっこりしているとき、あなたの心の中には穏やかで温かな空気が流れています。その空気感こそが周りの人を安心させるあなたの大きな魅力。そう、このカードは教えてくれています。では、その魅力は周りにどう映っているのでしょう。家族や友達、職場の人などはあなたを見てどんなことを感じているのか少し気になりますよね。1枚目で周りが感じているあなたの魅力。2枚目でその魅力が周りにどんな影響を与えているのかを見ていきます。こちらはタロット・オブ・ミスティカル・モーメンツ。1枚目は大アルカナ9番ハーミット、忍者のカードです。海に浮かぶ灯台のてっぺんで釣り竿の先の光を見つめる人魚の姿が描かれています。ハーミットは孤独を表すカードではありません。静かな光を持つ人、
自分の心の明かりで道を照らせる人。その姿は落ち着いた場所で心を整えられる人。周りの人はあなたを見て落ち着いていて安心できる人と感じています。あなたが日常の中で幸せだなぁと感じる瞬間を大切にしているとき、その穏やかさは周りの人にとってまるで灯台の光のように安心を届けているんです。慌ただしい空気の中でもあなたが落ち着いているだけで周りの人はこの人といると心が静かになる。そんな風に感じています。この人魚が高い場所から広い景色を見渡しているように、あなたもまた日常の中で大切なものを見失わずに整えていける人。その姿は周りの人にとっての道しるべになっているんです。そして2枚目。その魅力が周りに与えている影響。ペンタクルのエースです。緑の庭園の中で一人の女性が座っています。崖の割れ目からまっすぐに伸びたゼンマイのようなシダに触って見つめていますね。まだ生まれたばかりのその芽はこれからどんな風に伸びていくのか、未来の可能性をたっぷりと秘めています。このカードが伝えているのは、新しい芽が育ち始めること。そしてその芽を大切に見守る人の存在。あなたの接し方や眼差しは周りの人の心にも届いています。あなたの落ち着いた空気に触れると、周りの人はふっと肩の力が抜けて、私も自分のペースで進めばいいんだ。そんな気持ちになれる。その安心感が周りの人の中にある新しい芽を育てているんです。大きな変化を求めなくてもいい。急いで結果を出さなくてもいい。あなたのそばにいると、今の自分を信じてみよう。そんな前向きな気持ちが芽吹いていく。それがあなたの影響力です。そして次のカード。その魅力をもっと咲かせるためのヒントをソウルコーチングオラクルから受け取ってみましょう。出てきてくれたのはエンスージアズム、熱意のカード。眩しい太陽の光の中で一羽の青い鳥が嬉しそうに大空へ向かって羽ばたいています。カードの下にはこんな言葉が書かれているんです。私は人生のすべてをお祝いしながら限りない喜びの中で生きます。このカードが教えてくれたこと、それはあなたが見つけている小さな幸せを子供のようにもっと無邪気に楽しんでいいんだよ。あなたは普段から日常の中にたくさんの心地よさやありがたさを見つけられる人。でもその喜びを心の中だけで味わって終わらせてしまうことはありませんか？カードの解説書にはこう書いてあるんです。落ち着いて控えめにしている場合ではありません。美味しいお茶が飲めたこと、空が綺麗だったこと、目の前にあるささやかな喜びを最高って心の中で両手を広げて
この鳥のようにお祝いしてみてください。あなたが自分の好きに素直になって、内側から喜びが溢れ出したとき、あなたの魅力はもっとのびのびと花開いていきます。では最後の一枚です。最近あなたの目に留まったお花はありませんでしたか？道端に咲いていたお花、店先に並んでいたお花、そのお花に宿るフェアリーからあなたへメッセージが届きました。一緒に受け取ってみましょう。はい。Wait for winter 冬を待つのカードです。幻想的な紫色の光の中で雪の結晶のようなレースの羽を広げた冬のフェアリークイーンが佇んでいます。このカードが伝えているメッセージ、それは今はまだ見えなくてもあなたの中で大切なものはちゃんと育っていますよということ。植物の種って暖かい春が来るまで冬の冷たい土の中で静かに力を蓄えていますよね。あなたも今まさにそのような時間を過ごしているのかもしれません。この種というのは日々の暮らしの中で心地よさを感じながら育ててきたあなただけの温かな気持ちです。最初のカードでもハッピーでいることが望みを作り出す秘密だよというお話がありましたね。振り返ってみると3番さんに集まってくれたカードたちはどこか冬を感じさせるものばかりでした。サザンカを思わせる花、氷のようなものが浮かぶ海、そして最後に現れた冬のフェアリークイーン。でもどのカードにも暖かさや希望が書かれていました。寒い季節の間、見えないところで力を育み、やがて光の中へと姿を現していく。今はまだ自分の気持ちや魅力を心の中で大切にしている方もいるかもしれません。それが少しずつ外へと広がり、人とのつながりや喜びが生まれていく、そんな流れも感じます。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお面にかかれる日までありがとうございました。